通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日大炎上いたしましたポケモン GO のタイムズスクエア限定イベントからの話題になります。前回ねこちらお伝えしておりますが、このポケモン GO がね10周年を迎えたということで、その特別イベントがニューヨークのタイムズスクエアで開催されました。ここでは招待されたインフルエンサーたちに対して事実上特別背景付き個体値 100% のミュウツーが配布されましたが、これを知ったファンたちが激起こしたんですね。すると今回このタイムズスクエアの背景付きのミュウツーが売りに出されてしまったということで、これを知ったファンたちが呆れてしまっているというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、以前こちらの動画でお伝えいたしましたポケモン GO 10周年を記念したニューヨークタイムズスクエアでの限定イベントですね。ここに招待された一部のインフルエンサーたちに背景付きの 100% 個体のミュウツーが配布されたということで大炎上いたしました。で、中にはですねこのミュウツーね色違いのものもゲットすることができたということで、10周年記念でこれはないんじゃないの、このように言われていたわけですよ。するとですよ皆さん、その後どうなったと思いますか？なんとですね、この時のミュウツーが eBay に売りに出されているというんです。ちょっとね、にわかに信じられない。つまりはメルカリに出されてると、このように思ってください。続々とこれがね、出品され、高値で取引されているというんです。で、ちょっとね、本題に入る前になんですが、こちらね、先日お伝えいたしました、ココ X でもね、ストーリーになってます。京都和食店二重価格騒動、YouTuber と店側の主張が平行線。こんなストーリーが立っているんですが、ここね、プクタのこのポストが、現在ね、トップで表示されていますが、実はですね、この直前、このタイミングで、またね、以前のあのモードに入ってしまったんですよ。この前日に出したジョナの動画からなんですが、露出がね、この日から大幅に制限されておりまして、正直ね、この動画に関しては、結構ね、重要な指摘をしていると思うので、ぜひね、多くの方に見ていただきたかったんですけどね、この動画もおそらく初動を見る限りはダメでしょう。なので皆さんね、今見ているこの動画も、どのようになっているかわかりませんが、以前ね、皆さんにハイプとグッドボタンたくさんいただいたでしょ。あれからみるみる回復したんですね。なのでぜひですね、このハイプとグッドボタンの方でご支援いただけたらなと思っております。YouTube が中で何かやると、その影響がもろに出るというような形でですね、このチャンネル開設以来、いい方向の波は一度も来たことがないんですが、悪い影響は全部受けるというね、機運のチャンネルとなっております。ということでね、今日は朝から福田の愚痴から始まりましたが、そんな中この動画もね、ご覧になっていただきまして、皆さん本当にありがとうございます。ぜひともグッドボタン、そして余っていたらハイプの方よろしくお願いいたします。ポケモン GO ファンが嫌悪感、10周年記念のタイムズスクエアイベントにハンペックされたプレイヤーが貴重なミュウツーを数千ドルで販売し、ゲームのルールに違反。ということで早速ですが、こちらですね、ハンペックがあります。こちらが本日のキーワードになります。Handpicked。特定の仕事や活動のために慎重に選ばれた人を表すために使われる。ということでね、こちらのハンペックというのは厳選されたという意味になります。つまりこれは前半の hand、これで手作業でというニュアンスですね。そしてこちらの後半で選ばれたと。手作業で一つ一つ選んでいく。つまり厳選されたという形容詞になります。で、この場合は先ほどね、選ぶという形で説明しましたが、摘み取るっていう意味もあるんですね。で、これはね、つつくという、これペックと言いますが、これとね、同じイメージから来ています。キツツキのことをウッドペッカーというでしょ。つまり木をつつくもの。ペックですね。このね、ピックとペックというのは言葉の源流が同じなんですよ。なのでトントントンとつつくイメージと、果物を摘み取る時の手のイメージって似てるでしょ。なのでこれはね、選ぶという意味にはなるんですが、一つ一つ手作業で摘み取っていく。このようにしても、大まかなイメージは同じになっているのがわかるんじゃないかなと思います。手で一つ一つ取っていく。つまりこれが厳選という意味になるわけですね。ということでこちらは、ポケモン GO ファンが嫌悪感、タイムズスクエアで開催された限定イベントの参加者として、特別に選ばれたプレイヤーが貴重なミュウツーを数千ドルで販売し、ゲームのルールに違反。ポケモン GO プレイヤーの間で嫌悪感が広がっている。ゲームの超限定10周年タイムズスクエアイベントへの参加者として特別に選ばれたインフルエンサーがそこで入手した特別なミュウツーを eBay で数千ドルで売りに出しており、ゲームのルールにも違反しているためだ。ということでね、こちらでは何が起こったかと言いますと、詳しくはね、こちらの以前の動画ご覧になってください。ここではね、ポケモン GO 10周年を記念したイベントがニューヨークのタイムズスクエアで開催されたんですね。もともと10年前にこのポケモン GO のティザーとして
タイムズスクエアでね、ミュウツーを捕獲するという、そんなシーンが描かれていました。そして10年の時を経て、実際にこれをタイムズスクエアでやってみよう。こういったコンセプトだったんですね。しかしなんと、この時に捕獲することのできたミュウツー、特別背景付きの個体値 100% のミュウツーでした。これにより、これまでね、10年間頑張ってきたファンが、ふざけんなと激怒したわけですね。まあ一部ね、こういったインフルエンサーは、これまでね、ポケゴーに貢献してきたんだからそれぐらいいいじゃないかという人もいることはいたんですが、圧倒的に非でしたね。もう大炎上しました。するとですよ、今回、そこにね、油を注ぐがごとく、この時に捕獲されたミュウツーが、eBay、これね、日本でいうとこのメルカリだと思ってください。ここに出品されてしまったんですね。これすごい話でしょ。これまでね、このインフルエンサーを擁護してきた人たちのはしごをガサーッと外したと。こういうことが起きたんですよ。つまり、そもそもね、このイベントに対しては、ファン、激起こしておりましたから、こういったね、インフルエンサーたちの愚行を目の当たりにして、呆れ返ってしまっていると。こういった状況なんですね。ニューヨークで開催されたイベントの参加者の大部分は、コミュニティアンバサダーと呼ばれる人々だった。しかし現在、その参加者の一部は、このイベントに参加したことを利益につなげようと、特別なミュウツーを eBay で販売している。取引完了済みの出品は最高$5000で売却されたことが確認できる。さらに進行中の出品も複数あり、その1件には現在$10,000まで入札が入っている。ということで、ここにね、その実際のスクショというのが掲載されているんですが、IGN 調べによると、もうすでにね、売却済みのものに関しては$5,000。これね、日本円で約81万円です。つまり現在最高額と言われている$10,000になりますと162万円と、このようになってるんですね。で、一応ね、このスクショは IGN が eBay で撮影したスクリーンショットとなってるんですね。で、他にもね、ちょっとソース欲しいなと思って調べたんですが、これ実際ね、上がってまして、この方ね、マイクさん、$3,000以上も出して、実際にこれに入札している人がいるなんて信じられない。ということでね、こちらスクリーンショット掲載されているんですが、こちらね、実際にあるんですよ。これ$3,250ですね。で、プクタね、若干これに対しては疑いもあったんですが、これ続々とね、こういった報告というのが上がっておりまして、これ$10,000ですね。ここね、この取引現在もアクティブですよと言ってますね。このような報告が相次いでいると。ということでね、実際 eBay 見てみたんですが、こちらですね。本当にね、ありました、これ。なんかね、だいぶ数は少なくなったのか、このリストがずらーっと並ぶというようなことはね、現時点ではなかったんですが、ありましたね。こちらね、$1,136、随分安くなってますね。で、先ほど言われておりました$10,000のね、このミュウツー、こちらあるんですね。で、現在ですね、これがね、こちらにもありますが、タイムズスクエアミュウツーとして高額取引されていると。ここですね。タイムズスクエアバックグラウンドセレブレーションイベントと。で、これに関してはね、レディットでも盛んに議論されておりまして、ミュウツーを交換可能にするべきじゃなかった。こんなことになるのはとっくに予想できたはずだ。で、この下ね、そもそも特別に選ばれたプレイヤーだけに限定ポケモンを配布するべきではなかった。それではゲームの公平性が完全に損なわれるし、特定のプレイヤーを明らかに優遇していることになる。ここね、彼らをバンしろ。というようなことで、こちらでもほんと非難合々になってしまってるんですね。で、一応ね、これネットでもね、指摘されているんですが、ポケモン GO の交換の仕様って、これね、交換した時点で個体値再抽選されますよね。ちょっとプクと離れて結構時間が経つんで、違ったら訂正してください。ポケモン GO は、このポケモンの交換機能があるんですが、交換するとね、個体値再抽選されるはずです。で、それをね、指摘している方は結構いますね。なので、やっぱりね、この特別背景、ここに希少価値を見出して、これを買ってる人がいるのかもしれませんね。もしくはこの仕様を知らないのか。だってここに参加したインフルエンサーたち、さすがにそのアカウントは売らないでしょ。もしくは、ここにいたインフルエンサーたちね、100% ミュウツーがもらえるというのを知らなかったそうなんで、実は自分が捕獲する前にその話を聞きつけて、使ってないサブアカで、その招待コード入れてね、捕獲してアカウントごと売ってるとかね、どういった形にしてるのかはわからないんですが、これ実際ね、出品されているのは間違いないようです。こちらポリゴンもこの件報じておりまして、特定の背景付きミュウツーは、オンライン上で一つの市場を形成しているが、ごく普通のイベントで入手できるものは、その多くが$40以下で取引されている。eBay の出品によると、タイムズスクエア版のミュウツーは、2300体未満しか存在せず、希少な存在となっている。それでもインフルエンサーたちが特別な報酬を換金して利益を得る様子はタイムズスクエアイベントの時点ですでに疎外感を感じていた長年のファンにとって辛いものに違いない。ということでこれを受けましてですね、現在の運営となっておりますスコープリー、メディアに対して声明を発表したということですね。スコープリーエクスプロアの利用規約に明記されている通り、アカウントやポケモンの販売、譲渡は厳しく禁止されています。と同社の広報担当者は IGN に語った。そのような行為が確認されたトレーナーは直ちにアカウント停止または削除の対象となります。
で、こちらですね、スコープリエクスプロは旧ナイアンティックとなっておりますが、7月15日にね、このプライバシーポリシー更新しておりまして、こちらにあります。不正行為とありますね。ここでね、アカウントの販売または交換は禁止されていると。こちら IGN がこれを伝えています。これはスコープリーやポケモンカンパニーにとって賢明な判断ではなかった。特別な背景を配布するだけならまだしも、個体値 100% のミュウツーを配布したのは悪い判断だった。まったく、なんて奴らなんだ。所詮デジタルの動物じゃないか。偽物のプレイヤーども。コンテンツクリエイターなんて全員このゲームから手を引いて、他のものでも壊しに行けばいい。最低な負け犬だ。ね、激おこですね。別のポケゴーインフルエンサー経由で実際にこのミュウツーが eBay で売れたのを見たよ。こういうイベントは誰でも参加できるオープンイベントにするべきだった。そうすれば少なくともここまでの限定性は大きく薄れていただろう。あいつらにトレーラーを名乗る資格はない。あいつら全員バンにするべきだ。やろうと思えばできるはずだし、誰がやったのかも運営は分かっているだろう。この問題を解決する唯一の方法は、イベントに参加できなかった人にもタイムズスクエア背景付きのミュウツーを2体配ることだ。簡単な解決策だし、反発も収まる。ね、あのイベントでは、1人につきね、2体まで捕獲できたと。このような話がありますね。実際ね、IGN が撮影したというこのスクショでも、これね、ミュウツー5000ドルで出品されてますが、そのすぐ下に色違いも出品されておりまして、これ素材数からね、先ほどと同じアカウントですね。いうことで、つまりは、2体捕獲して、両方とも出品しているということですね。ということで、現在ね、この引用欄を見ましても、みんな呆れているというような状態になっています。はい、ということで本日はですね、先日大炎上いたしました、ポケモン GO 10周年を記念したタイムズスクエアでのイベント。この時にゲットした背景付きの個体値 100% ミュウツーが現在 eBay で出品されてしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さすがにね、かなり影響力の大きい、本当の意味で有名なインフルエンサーっていうのは、さすがにこんなことはできないと思うので、だからあの時に招待されたインフルエンサーね、それなりに数いたと思うんで、結構ピンキーだったのかもしれませんね。ほんと末端の、ほとんどフォロワーもいないし発信力もないようなインフルエンサーだったら、なんかありそうだなという気はしましたね、正直。影響力のないインフルエンサーってなんだって話ですが、でも実際そういう人っているでしょ。インフルエンサーとはみたいなね、実際あるじゃないですか。いやー、しかしですね、あのイベント、どこまでケチがつくんでしょうか。いやー、これを出品してしまうインフルエンサー、呆れたものですね。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ね、グッドボタン、ハイプお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。